はい皆さんこんにちは、サーリーの河野玄斗です。今回の質問なんですけど、はい。人生は神ゲーですか、それともクソゲーですか？これね、結構僕の人生観に影響を与えてる質問だね。実際本人も書いてそうこれですね。独学のすすめ、今絶賛販売中で、ありがたいことに発売前からベストセラー1位になりました。本当にありがとうございます。これね、資格試験の最短突破方法が書かれてるので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。で、実際それってどういうこと？人生は神ゲーね。これ終わりにも書いたんだけど、例えば人生は神ゲーって、神のゲームっていう風な意見として、人生って、圧倒的に自由度が高いわけじゃん。自分の選択次第でエンディングが変わるとか、あと一人一人の登場人物に深いキャラクター設定があるとか、単純に無限ピクセルのすごい解像度の高い、しかも音質もすごいいい世界でリアリティのある体験ができるとか、そういうところで人生は神ゲーっていう風に言われることが結構あると。一方で人生はクソゲー派もいて、要はしょうもないゲームってことなんだけど、それは生まれ持った時点でスペックに差があるとか、致命的なミスした時にリセットができない、リセマラができないみたいな人生にリセマラはできないから、そういう、いろんな要素で人生はクソゲーだっていう風に言う人もいるんだよね。実際それで電源の結論みたいなのが出てる？答えはないけど、俺は人生は神ゲーだって思ってるね。これは答えがないからこそ、どっちを信じた方が、自分の人生が幸せになるのかな、いい方に転ぶのかなっていうことを考えたら、そうね、ポジティブに自分は生きていきたいなっていうので、人生は神ゲーだ派で信じてるね。これはもう本当に人によると思う。さっきこれが僕の人生観に影響を与えてるみたいな話したと思うんだけど、個人的に僕自身めっちゃゲーマーだから、何事も、人生とかもゲームに例えるとすごいモチベーション上がったり背中を押されたりするよね。そもそもゲーマーなんや。そう、勉強ばっかりやってきたって思われがちだけど、結構ゲームやってきたね。FF、ファイナルファンタジーとかドラクエとか、ポケモン、太鼓の達人とかモンハン、あとメイプルストーリーとか懐かしい。わかる？メイプルストーリー。そう、メイプルストーリーはめっちゃやったね。結構やり込み要素強めのやつが。そうね。そう、一つ一つのゲームやり込んじゃうんだよね。モンハンとかも全部の勲章集めないと気が済まないとか、ポケモンも全部ポケモンコンプリートしたりとか、収集癖があるのかも。そう、一個一個やり込んで、太鼓の達人も全部とりあえずフルコンボしようとか、そういうやり込みたい人だから、それが結構、人生をゲームとして例えた時にそれが生きてくるっていうのはあるかもしれないね。自分の中の思い出があって、ニュージーランドに行った時にバンジージャンプをしましょうみたいな流れになったよね。学校で行ったんだけどね、ホームステイで。自分としてはすごい迷って、普通に怖いし、あと値段もそこそこするからどうしようかなって思った時に、でも人生っていうゲームを考えた時に、その称号っていろいろあるじゃん。例えば、シュールストレミング食べるとか、そうでもそれが実績解除みたいな、そういう称号、他には富士山に登るとかでもいいかもしれないけど、いろんな称号が世の中にあって、だから人生は神ゲーなんだけど、その称号を一つ、自分の人生の中でその称号を獲得できるっていうことに価値があると思ってて、それを考えたら、そのバンジージャンプを一回するっていう実績解除みたいな、そういう気持ちで一個称号を取っときたいなみたいな気持ちで、バンジージャンプを実際に行うことができたっていう、そういう意味では背中を押す材料になったりはするね。他にも人生においていろんなパラメータ、能力値ってあると思うんだよね。足の速さとか頭の良さとか、そういうパラメータがたくさんあって、自分でどのパラメータを伸ばしていくかっていうのも自由なわけよ。だから、何かをするにしても自分の頭の中で、その自分って今こういう能力値になってるなっていうのを想像して、ここの部分へこんでるからここの部分伸ばそうみたいな、例えばちょっと文章読解力弱いな、プレゼン力が弱いなと思ったら、じゃあそこを鍛えるためにはどうすればいいのかっていうことをパラメーターをイメージしながら、じゃあ今自分は勉強してて、この勉強によってここの部分がぐーんと伸びてるなみたいな、ポケモンの努力値を振るみたいな、そういうことをイメージすると、モチベーションにもつながるなっていう風に感じてて、だからそういう意味で
僕自身の人生観に結構影響を与えてる内容なんでね。確かに客観的にうんそういうね、ゲームっていうものを用いて、うん自分のパラメータを見るみたいなのもすごいいいかもね。そうなんだろうな、ゲームだとレベル上げたくなるじゃん、なぜか。でも冷静に自分っていう人生に起きるレベルってなんか軽視されがちというか見落とされがちだけど、いや自分だって今レベルじゃあ36とかで、じゃあ次のレベル37目指してレベル上げしたいなって本来だったら思った方が人生豊かになるはずなんだよ。だからまあそういう風にゲームに置き換えて、まあゲーマーだからこそそう思ってるかもしれないけど、だからゲーマーの人には刺さってるかも、この話。ゲームが好きな人はいやでも人生もこういうゲームだなっていう風に置き換えてしまえば冷静にこれやりたくなってきたぞみたいなモチベーションにはつながると思う。まあ、受験生とか資格試験目指してる人とか結構見てくれてる人多いと思うんだけど、まあ、これもね受験とかって、まあ、勉強すると能力値上がるじゃん。パラメータも上がるし、パラメータが上がるだけじゃなくて受験にうまくいけば例えば社会的信用とかっていうのが増されるみたいな、まあ、いろんな副次的なメリットっていうのがあるからすごいコスパいいと思うんだよね。それが弱いね。そう勉強はコスパ最強の遊びだ。勉強を楽しみながら自分のパラメータいろんな能力値を上げていく過程で気づいたら将来の年収が上がるとかもそうだし、いろんなメリットがあるっていう意味ではコスパも超だね。間違いない。じゃあ大学受験もそんな感じで、ゲーム的にクリアしよう。あ、そうだね。そう、大学受験もまさに、ゲームに置き換えることができて、例えば、RPG に近いね。ラスト、受験が控えててっていうのが大ボスがあって、その過程でいろんな問題集で問題を解いて経験値を集めていく。あとは、公式とかいろんな知識とかっていう、武器を揃えて、最終的にラスボス倒せるように頑張る。で、途中に模試っていう中ボスが控えて、この中ボスをうまく活用しながらどんどん自分のレベルを上げていく。で最終的にボスを撃破するみたいな感じで考えるとすごい楽しいし、しかもライバルがたくさんいるわけだからみんなが一斉に競争の性質を持った RPG ゲームで考えるとなかなか面白そうなゲームなんじゃないかなっていう風に感じると思うね。神ゲームの感そうでしょそうなのよ。RPG なのに全国でライバルもいる。タイムを競うじゃないけど、そういう意味では捉え方によっては神ゲーとしても捉えられるわけだから、せっかくね受験っていうのをどうせやるなら楽しみながら乗り越えてもらいたいですね。ということで今回人生は神ゲーか否かについて語ってきたんですけど、それはねこちらの本の終わりにも書いてありますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。